先生すみません、視聴者の皆さんからですね、巻きわらの鍛錬をするにあたってですね、もう手を痛めたりとか、手の皮が、拳の皮ですかね、むけたりとか熱くなったりとかっていうちょっとトラブルを起こしてしまうと、どうやってケアしたらいいのかとか、実際どういうふうに稽古したらいいのかという質問が来てるんですけれど、これはどのように気をつけてやっていけばいいんでしょうか。例えば巻きわら一生懸命頑張って指が腫れてきた、痛くなってるっていう人の場合は、これ筋トレと一緒なんですけどね、例えば腕の筋トレしたらやりつけてもオーバーワークでダメなので、次の日は足やったりするんですけど、分けるんですけど、もし本当にやっても、もう本当に昔の侍は違くて骨が見ようがやってたんです。強くなるまでずっと。で、足の皮と同じぐらい硬くなるまで。うちの八木明徳先生は足の皮より鍛錬しすぎて開かなかったから、ナイフで削るって夢ですから、開くために。だから本当は鍛えて、受けた骨でも瓦のでもブロックでも割れるぐらい鍛えてこっちを最強にしたんですけど、今時代が違いますからね。一つずついきましょうか。例えば打ちすぎて頑張りすぎて骨が痛いっていう人は当たり前ですけど、無理をしない。わかります。 100% でついていいのは全て整ってから。筋肉、締め方、骨。僕ずっと真面目な人について、こっちの骨がですね、力でこっちの骨がケンタッキーの骨みたいにパキッと出てきたの見たことあるんですけど大丈夫ですか。いいや、70%ぐらいの力でつけばいい。60%でもいい。はっきり言いますけど、100% で毎日頑張る必要はない。もちろん本当は頑張った方がいいですよ。だけどその下準備がいくらなんでもすぐ壊れてしまうし、で例えば指が痛くなった時とかあったという人は、ここじゃない、もうこれが壊れてる、じゃあ今はこっちだから裏剣してこうでもいいし、手刀でもいいし、さっきの筋トレで話したけど違う部分やってほしいし、まずそもそも 70% から 60% でやるべきで、さっき言った私の祖父も私もそうですけど、あかんくなるぐらい鍛えてなんぼだったんですね。相手が肘で受けても肘も壊せるぐらいで、全部この骨の2本を折るぐらいでこっちが折れるまで鍛えてるんですけど、そこと今話が違いますので、そうですね、まず 50% でもいいから何でもいいから毎日続けること、もともとは鍛錬として、それが 100% で頑張れば頑張ればいきなりやったらそれ怪我するんですよ。ランニングでも何でも。だからまず 50% でも 60% でも低くなってて、武器ができてきてから初めてやっていく。例えばよく聞くのがプロボクサーとかキックボクサーもバンテージまでガチガチにしてるので練習してるからいいけど、素手でやったらすぐ壊れる、止めてないから破損するってたまに聞くんですけど、空手家はまずこれを壊すというよりもこれを凶器にするために鍛えますよね、何でも。だから話が違ってくるんですけど、だから鍛えて後からいいんですけど、これができるまではまず鍛えること、それから本当に強くなってくる。怪我しなかったはずですけど、単純にまとめますと 60%、70% でやるべき、100% でやらない。100% でやるのはたまにです。慣れるまでは。慣れてきたら毎回 100% でもいいですけど、それでも壊れますよ。例えばここできました。50% で慣れてくるから、その筋肉、骨の強化度がついてきます。大体 80% にしていく、100% にしていく。だからさっき抵抗した話はそうなんですけど、僕さんなんですけど、腕力とこれがついてこなくて壊れるんですよ。今まで止めて助けてくれてるから作るから、まずは一個ずつ出来上がってから、出来上がってきてからだんだん強く打つっていうのが無難じゃないですか。だから痛くなってきた怪我するっていうケアするのは優しく違う部分にするか、無理しないことで、あくまでも鍛錬の練習だから無理しない。で硬くなるのをどうすればいいですかって言ってしまったら、これ足の皮と一緒なので、そうですね、皮が厚くなってきてやればやるほど厚くなってきますけど、これを見ていい練習してるね、修行してるね、偉いって言われるので、これができて体がなんぼなので、逆に鍛錬してる証拠になりますので、逆に鍛えて厚くしてくださいというのが私の考えです。柔らかくすればするほど、戦っても練習しても負けずにもすぐ皮が破れて血が出て2週間練習できなくなってきますので、本当は少しずつ鍛錬して、逆に硬い拳に作ったらもう普通は褒められるとこです。以上です。先生やっぱり巻きわらもですね、やっぱり武道なので、イメージ的には一般的にはもう全力で叩いて、
なんかこう怪我してなんぼだみたいなイメージもあるんですけど、まあ、そうじゃないってことですよね。怪我を全然違いますよ、怪我をせずにもう続けていくっていうことがやっぱり最も大事ということでしょうか。もともとマッケラは特にマッケラはですね、つく拳突きを鍛えるって意味ですよね。準備もちろん鍛錬にもなってますけど、それっていうのは慣れてきたらもう攻めについても 100% 大丈夫なんですよ、間違いなく。特にトイレとかの暇の時ずっとついてますから、しょうがなく暇だから。それっていうのはこれ鍛えてもう圧ができてるかどうかやっても大丈夫なんですよ。で人間骨受けられたらもうなりますけど、それでも痛くなくなってくるんですよ。それでスタートなので、無理して怪我してしまったら元もこうもないから。例えば短距離選手でもまずウォーミングアップでマラソンしたらゆっくり歩けでもいいし、柔軟体操しっかりやると思うんですけど、最初からずっと短距離って多分短命で終わってしまうと思うんですけど、だからあくまでもこれは突きを強くするとね、肩が重くするってあるかもしれませんけど、まずは怪我しない、健康第一で鍛錬、これ当たり前ですよね。だから頑張りすぎて怪我する人多いんですよ。これ自分の体をいじめてるだけだから、いじめると鍛えるまた意味が違ってくるので、無理しないで少しずつ鍛えていってほしい。本当に鍛えてほしいです。単純に言って、正直例えばですね、本当に初心者で本当の意味で 100% 威力って出せないと思うんですけど、もし出せたとしたらもうほぼほぼ骨とかができてないから、これ骨も筋も弱いから故障して当たり前ということでもよろしいですか。間違いないです。例えば思ったより手が小さい人でも腕は大きい人、これが本当にうまくいったらすぐ壊れます。こっちからいろんなパターンがあります。腕は細いけど手と肩が大きい人、肩がバーンと肩がこうためにいっぱいです。足もそうですよね。足の筋肉、上が体重大きいってことでなった時、足がたまに小さい人いますけど、走ったり無理したら折れますよ。足首痛むんです、膝痛むんです、壊れますよね。だから少しずつ鍛えていくしかないです。少しずつ無理ないように。健康第一の武道ですから本来は。はい。ちょっとそこを勘違いしないようにやってほしいということでよろしいでしょうか。はい、せっかく頑張ってもらえてるのは嬉しいので、痛みつけて激しくやって頑張ったから偉いかって違います。自分の心を鍛える武道のですので、もともと鍛錬して、その鍛錬って何のためかって言ったら自分の心を養う修行をしてますよね。疲れても頑張ると、それ痛みを我慢とすると意味が違ってくるので、修行を頑張るので続けてほしいなと思います。